あ、やばい。これは小豆の名画という画です。うわ、やめろ。やめてくれ。緊急で防除しようと思います。皆さんこんにちは、さおりです。昨日、じゃがいもの収穫が無事に終了しました。今、私の後ろにある7型と言われるこの機械で収穫をして、今までだとだいたい2週間くらい収穫にかかるんですけど、今年は収量がかなり少なかったので、1週間、7日間で終わりました。で、今日はまずこの収穫機を、農場の方まで回収して、他のね、まだ収穫していない作物、小豆や大豆の様子を見に行ったりだとか、そんなね、一日の様子を動画にしていきたいと思います。よろしくお願いします。今ちょうどコンテナの集荷に来てくれました。すごい、まだ8時前なのに早いです。もう収穫自体は終わっているので、最後に29機コンテナを持って行ってもらって終わりになります。じゃがいもの収穫はどの農家さんもやっているので、集荷頼んでも混んでる時だと、2日後になったりするんですよね。でも今年はですね、どの農家さんも収量が少ないので、次の日には来てくれています。すごい大きいトラックに1機ずつね、コンテナを積んで10機かな、積めるので3台ですね、今来てくれてます。次に畑の様子を見に行ってこようと思います。畑までちょっと歩くのはめんどくさいので、ハイエースに乗ってまず大豆から見に行ってこようかな。いやー、じゃがいも終わったな。もうこれ10回くらい言ってる。でもいつもは2週間とかかかってたんで、結構しんどくて、もう芋見るのも嫌になるくらいだったんですけど、今年はね、ほんとあっという間に終わっちゃったんで、物足りないくらいですね。ほんと今までで最速、最短、最低終了最低終了、最低終了だった。もう終わったみたい。次のところへ集荷が行きました。到着。よし、降りて見てみましょう。大豆畑に到着しました。ここは 0.7 ヘクタールです。もうだいぶ枯れましたね。今年初めて大豆を作ったので、あんまりね、よく分かってないんですけど、どうなんでしょう。もう枝豆じゃなくなりました。形は枝豆だけど、なんかチョコレートみたい。これが大豆です。もう収穫の時っぽい見た目してるけど、やばい。やばすぎてグミみたい。なんとも言えない味でした。まだこんだけ湿ってる状態だと、収穫の時に鞘がしけってて脱穀されないので、もっとカラッと乾燥させてから収穫になります。大豆は特に虫とか病気とかはなさそうです。大丈夫そう。
次に行きます。次は小豆畑を見に行きます。小豆畑は2枚あるのでね、まず先に大きい方行きますか。なんかちょいちょい雑草が生えてるけど、大豆と比べるとまだ青々してますね。こうやってぐちゃってなってるのは金閣病と言われるものです。花が腐ってしまって鞘がねちゃんとつかない状態のことを言います。今年は予防の薬を2回かけてはいるんですけど、一番上の花がついた段階でもう1回ね薬を撒いた方が良かったかもしれません。ちょっと中を見てみます。おー、ちゃんと赤い。いい色。いつもだと9月下旬頃に収穫を行うんですけど、昨日ちょうどね、農協の方が見に来てくれて、小豆の収穫いつ頃したらいいですかねっていうのを相談したんですけど、一応ねもう収穫できますって言われました。なのでね今年はねちょっと早いですね。こう実自体はねさっき見たようにいい色をしてるんですけど、こんな感じでまだ葉っぱが残っているので、そうなるとこう収穫大変なのでね、もうちょっと待とうかなというふうに思ってます。2枚目の畑にやってきました。ここはね小さい石が結構多いのでもう上がってしまってますが、奥に行くとまだ葉っぱが青々してます。たださっきの畑は結構ね倒れてたんですけど、こっちはそこまで倒れてないので収穫しやすそうです。もうね乾燥してるのでそーっと歩いて鞘を踏まないようにしないと、踏んじゃうと実が出てしまうので。うわっ、お、これは叩いちゃった。これは小豆の名画という画です。結構ここの畑はこの蛾が住んでるみたいです。なんかいた。これは小豆の名画じゃないですね。でも誰？でも食べてる。小豆の名画はもっとね白っぽいので、これは違う誰かだと思います。食べてる？食べてる。すごい腹ペコムシみたいに真ん中がなくなってる。うわ、やめろ。やめてくれ。この黒いつぶつぶみたいなのはアブラムシです。アブラムシはこう生育をね阻害する虫なんですけど、もうこのくらいの時期になるとそこまで影響はないです。今ずっとねそっちから見てきたんですけど、結構食害もあったし幼虫もいました。ね、カメラには映ってないかもしれないんですけど、蛾もねちらほら飛んでて、まだ収穫するまで3週間くらいあって、青鯛もね結構あるので、一応念のため緊急で防除しようと思います。よし、農場に戻ってきました。今日はね曇りなので防除にはうってつけですね。あまりこう晴れてるとね良くないので。で、いつも防除はこちらのねスプレーヤーを使って行うんですけど、じゃがいもの収穫にジョンディアを使っていたので切り離している状態です。なのでジョンディアをまず取り付けて、このスプレーヤーにね水を溜めていく必要があります。ただね今日はちょっと緊急で防除したくて、結構ねこう取り付けて水を溜めるってなると時間がかかってしまうので、
今日はスプレーヤーではなくね、ドローンを使用していこうと思います。こちらは DJI の発電機です。主にドローンのバッテリーを充電するために使います。充電方法は2種類あって、まず一つはコンセントからスマホを充電するようにつなぐ方法、そしてこの発電機を使った方法です。こちらは多少バッテリーに負荷はかかりますが、1本あたり20分ほどで充電が完了します。コンセントの場合、1本あたり1時間かかるので、農作業が忙しい時期には発電機を使って効率よく回転率を上げています。この発電機には通常のコンセントも備わっているので、バッテリー以外の用途にも利用できるのが便利な点です。今のところ畑までは軽トラに乗せて運んでいます。なのでどうしても下ろすときは2人がかりになってしまうんですが、来年はトレーラーを使ってわざわざ下ろさなくてもそのまま離着陸できるようにしたいと考えています。よいしょ。よいしょ。この画面も前にドングルを入れていちいちインターネット共有しなくて済むのですごく楽になりました。防ぐためすべてのアームロックをしっかり固定してください。液剤がなくなったため補充してください。多方向障害物回避が有効になっています。今回小豆の名画をやっつけるために使うお薬です。これを入れていきます。送信機で確認すると、今回散布する畑は少し変わった形をしています。片側には木があり、もう片側には建物があります。ドローンは障害物に近づくと自動で止まってくれるのですが、スムーズに作業を行うためには、送信機でここに障害物があるので避けるようにと設定しておく必要があります。そうすることで木や建物をしっかり回避して作業を続けることができます。このようにまっすぐな形ではない畑は、植え付けから収穫まで何かと手間がかかり、スプレーヤーで防除するとどうしてもロスが出てしまいます。しかしドローンならそうした複雑な形の畑でも正確に散布できるのが大きな利点です。よいしょ。さてやっていきましょう。うっと。いきます。ホームポイントが更新されました。でドローンめちゃくちゃ便利なんですけど、まだねやっぱりスマート農業と言われるような新しいものなので、農薬の方が追いついていないです。今回撒いたカスケードという農薬はもうね対応しているものになるんですけど、そうなのでどうしても全部対応しているわけじゃないので、ドローンに限らずねスプレーヤーを使っていく必要もあります。ただやっぱり水を入れたりだとかそういう部分では圧倒的に速いし、散布幅はね狭いんですけど素早く巻いてくれるので本当に速いです。どうしても作物育てていると農薬もね、さっきのカスケードだと1本8,000円とかするんですよ。で肥料代もね高くなってきているし、できるだけ人件費を使わなかったりとか、そういうね削れるものは削るようにしていきたいなと思ってます。ね、ドローンもそんな安いものではないですけど、時間がそれだけ短縮できるのはすごくいいなと私は思ってます。
モニターではお見せしたんですけど、今ドローンがいるあっち側がね木があるので、障害物を避けるように設定をしています。なので上手に避けてはくれてますね。今バッテリーを交換したので2回目行っていきます。スプレーヤーでやっていたら多分午前中は全部これに使っていました。だいたいねドローンだと30分くらいで終わったのでめちゃくちゃ早いです。まだね午前10時くらいなんで片付けて次の作業へ移ります。今は鍛冶職人が撮ってくれたドローン映像の確認をしてます。私が今作業しているこの場所は、もともとは牛舎の処理室と呼ばれていて、搾乳したミルクを一時的に貯めておくバルククーラーが置かれていました。そのバルククーラーを撤去して壁などを掃除して、今は休憩所として生まれ変わった場所です。昨日まではずっとじゃがいもの収穫で一日中ね時間がなかったんですが、今日は余裕があります。ここに昨日収穫した家庭用の芋がね置いてあります。こんな感じで日が当たらないようにかぶせておいてます。でこのちょっとちっちゃめの芋食べてみようかな。こうね、もともと牛舎だったところ処理室を休憩室にしているので水道もあって便利です。じゃがバターなんて作んないからわかんないですね。いってらっしゃい。2分とかにしてみようか。できました。じゃがバターちょっと食べてみる。いただきます。美味しい。私はいつも食べてるのでいつもの芋なんですけど、もちろんこうやってただ温めて食べても美味しいんだけど、料理にしたらよりよりね芋の美味しさが際立つ。美味しい。はい、ということで午後は昨日まで収穫していたじゃがいも畑の処理をします。今ねこのジョンディアにチゼルという機械がついているので、これでね耕していきます。はい、ということでチゼルをかけ始めました。私がね編集をしている間に鍛冶職人がねだいぶかけてくれたので、
あと1時間ほどで終わるかと思います。この後ろについているチゼルという機械、大きな爪がついているので、その爪を土の奥深くに入れてほぐしていきます。収穫が終わった後の畑は土がかなり硬くなっています。この後ここは小麦をまく予定なので、それに向けて早めに土を柔らかくして小麦を植える準備を進めていきます。この1本で最後です。結構ね、曇ってきました。今、3時16分。ちょっとかかってしまった。もう4時には雨が降ることになってます。結構どんよりしてきましたね。あと、ドローンの洗浄だけやってしまいたい。そしたら終わったので、農場へ戻ります。チゼルをかけ終わってまだ時間があるので、最後にドローンを洗っていきます。最近結構バタバタしてちゃんとね洗えていなかったので、結構ね羽が黄色くなっているんですけど、なるべくね綺麗に洗っていこうと思います。ちょっとねこの後雨予報なので降んないといいんだけど、一旦羽を広げて洗っていきますか。タンクの中は毎回作業の後に水で洗い流して、その場で散布だけを行うようにしています。ホース内にも農薬が残らないようしっかり注意しています。ただ、ノズルの部分や羽まで丁寧に洗う時間はなかなかないので、タオルでこすりながら汚れを落としていきます。屋根のあるところにしまいました。これで完了。雨が降ってきたので休憩室に戻ってきました。今日はねここまでにしようと思います。今日は緊急で工事をしたんですけど、ドローンのおかげでねあっという間に終わりました。いつも通りねやっていたらきっとチゼルをかけてる途中くらいだったかなって思うので、結構余裕が生まれたんじゃないかな。ね、午前中余った時間で編集したりだとか空き時間もあって、ね、ドローンのおかげでだいぶ効率化できてると思います。という感じで今日は一日の様子を動画にしてみました。またね今後収穫作業が入ってくるので、それに備えて準備だったりしていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。